2026年1月リリースの Adobe Photoshop 新機能について絶対に知っておきたいポイントを2つに絞ってお伝えいたします。こんにちは、専門学校講師のいられさんです。今回は2026年1月リリースの最新 Photoshop アップデートについて解説していきます。いろいろ更新された部分はあるんですが、特にこのチャンネルを見てくださっているようなデザインに関係することを知りたいという皆さんに向けて絶対に覚えておいてほしいポイント2つ厳選いたしました。これを知るだけで Photoshop の効率が劇的に変わるはずです。今日お伝えする内容は以下の2つです。絶対に覚えておきたい内容とは、そしてその2つを組み合わせるとどうなる、この内容でお送りしていきたいと思います。Photoshop を効率的に使いたい、プロっぽく仕上げたいという人にとっては必見の内容になっています。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは楽しく分かりやすくをモットーに、デザイナーやクリエイター、センスを磨きたい人のために情報を発信しています。続けて見ていくうちにスキルアップするはずです。YouTube よりも本格的に学びたいという方は私の有料講座もおすすめです。高評価とともに概要欄をチェックしてみてください。では Adobe Photoshop 2026年1月リリースで新しくなった点、特に私がここだけ覚えておいてっていう2つを紹介していきたいと思います。1つが生成 AI についてです。今回のアップデートで Photoshop の AI、 いわゆる Adobe Firefly が大きく3つ変わりました。まず1つ目、生成される画像の解像度が上がりました。これまでが 1K だったのが 2K のサイズ感で、そのままでも使いやすいサイズになりました。2つ目、参照画像が使えるようになりました。参照画像についてはこの後詳しく説明していきたいと思いますが、生成したいイメージを画像で指定するということができるようになっています。3つ目、生成 AI 特有の違和感が少なくなりました。特に光の当たり方とか奥行きの表現とか以前より正確になっています。これも後で検証していきたいと思います。ということで、細かい仕組みの話は置いておいて、今回は実際どれくらい使いやすくなっているのか検証していきたいと思います。参照画像が使えるようになった。ではまずは参照画像による合成、こちらやっていきたいと思います。で、今回はこちらのカフェの画像に私の写真、こちらを合成していきたいと思います。最近こんな感じでショート動画撮ってます。で、この画像を参照して、ここの椅子のところに椅子に座るような形で参照画像を使って合成していきたいと思います。で、まずは選択範囲を作ります。で、選択範囲を作ります。で、選択範囲を作るとコンテキストタスクバーに生成塗りつぶし表示されますので、こちらをクリックします。で、新しくなったのがこちらです。ここから生成 AI のモデルを選ぶことができるんですが、クリックすると2026年1月リリースということで Firefly Fill and Expand っていうのが追加されています。これを選ぶと、生成塗りつぶしが新しいものを使えるようになっています。で、さらにこちらですね、参照画像、類似した結果を生成できますということで、ライティング、シャドウ、遠近法が自動的に修正されますということになっているんですが、やってみたいと思います。これをクリックして画像を選択します。で、先ほどの画像ですね、これをクリックして開きます。そうするとこんな感じで読み込まれました。この画像自体は全然切り抜いている画像ではないんですけれども、オブジェクトにすると背景を削除して、被写体で選択した状態からスタートすることができます。で、生成をするとここに合成されるはずなんですが、うまくいくでしょうか。はいできました。こんな感じでプロパティパネルから3種類選ぶことができます。どれもいい感じに出来上がってると思いますね。真ん中が一番自然な気がします。
で、先ほどの画像と比較してみますと、直接ここに表示してみますが、どうでしょう、色合いも違えばこのモニターの歪みも補正されて綺麗に切り抜かれているの分かりますよね。でも若干指おかしいか。若干指おかしいところありますね。この指はちょっと残念ですね。こんなこともあるみたいです。まだ他の候補では指はちゃんとしっかりしてますので、ちょっと選ぶことが必要かなって感じですかね。じゃあこれでいきましょうか。じゃあバランス型でこちらでいきたいと思います。こんな感じでですね、画像を参照してそれを即ここに合成するっていうことが可能になっています。面白いですね。今までであればそれこそ色合いを変えて画像の形を補正かけていろんな手順があったんですけれども、わざわざ自由変形でいじる必要がなくなったっていうのが驚異的な進化かなというふうに思います。この辺の光の当たり方もだいぶ違います。自宅で撮影しているのでここの電気の明かりが反射してしまっているんですけれども、そういったものも綺麗に除去されています。あと見ていただきたいのがこちらですね。5700ピクセルと3800ピクセルぐらい、こんな画像を使っているんですけれども 2K になったということで、これだけ近寄っても全然違和感が感じられない、画質が悪く感じられないのが進化のポイントです。確かに綺麗になってますよね。この辺につなぎ目があるはずなんですが、この辺にあるはずなんですけどね、ほぼわからないですね。ということでなかなかシュールな画像が出来上がりました。参照画像が使えるようになったでした。続いて生成 AI 自体もパワーアップしてるということですので、そちらやっていきたいと思います。さて次は参照画像を使わずに純粋なプロンプトから生成する力を検証していきたいと思います。以前のバージョンと比べてどれくらい精度が上がったでしょうか。こちらの画像を使ってこの辺にですね、正面を向いた状態で左側を指さしている女性、驚いた表情というプロンプトで画像を生成してみたいと思います。作りたい部分をざっくりと囲んでですね、こんな感じかな。で生成塗りつぶし、生成したいものを入力してくださいとありますので、正面を向き左側を指さす日本人女性驚いた表情ということで、こちらも Adobe の最新モデルでやっていきたいと思います。で生成、これ練習で 2,30 回ぐらいやったんですけれども、消費クレジットおそらく1くらいで全然減っていく感じではありませんでした。それ左じゃないけどね。出来上がったのがこちらですね。これが一番なんか画像にはぴったり合うのかなって感じがします。でこの指先の方はボケているんだけれども顔のあたりはボケてないっていう、ここら辺がすごく奥行きが感じられる生成になってますね。で解像度も高くて、4100ピクセルと2300ピクセルぐらい、その辺でやってますけれども綺麗な生成ができている風に感じます。ちなみにですけれども以前のモデルとも比較してみたいと思います。2024年10月リリース、1年少々前ぐらいですかね。生成してみたいと思います。生成、こんな感じですね。いかにも AI っぽいというかあれですよね。目のあたりに違和感があったりしますね。肌も老人形のようというか、先ほどのは毛穴まで再現してしまっているような形でですね、全然別物になっているっていう感じですね。でこれだけでもしっかりと馴染んでるとは思うんですが、さらに馴染ませるようなテクニックが登場しています。それが調整レイヤーに登場した粒子です。これ今までカメラローでやることができたんですけれども、それが調整レイヤーにも登場したというのが新機能です。これが調整レイヤーになったことによって非破壊で画像を編集することができる。編集すると
元々の画像を上書き保存してしまうような使い方になっていたんですが、調整レイヤーなので全く元通りに戻るという便利な機能になりました。で、これをやると何が起こるかっていうと、ノイズが入るようになります。こんな感じでノイズが入るようになります。このノイズが少しある方が一体感が生まれるの分かりますでしょうかね。より馴染む感じになります。少し大げさにやってみたいと思うんですけれども、あるのとないのとだとリアルに撮った感じがあるのはノイズがある方だと思いませんか？さらに分かりやすくするならば、先ほどちょっといまいちだった以前のバージョン、これもノイズが入ることによってありなしだと違和感が緩和されると思うんですよね。これはもうあからさまな合成感があるんですが、少し馴染むような感じ分かりますか？これなんかは特に分かりやすいと思うんですけれども、ありなしだとなんか違和感があるんですが、ありにすると背景と馴染むような、そんな風な機能になっています。それが粒子という調整レイヤーです。ここまでノイズを入れなくてもですね、少し入れてあげるだけで AI 特有の蝋人形のようなつるっとした感じがなくなって、アナログ的な雰囲気に感じられるかなというふうに思います。ということで、私のおすすめ以上の2つでございました。ということで Adobe Photoshop 2026年1月リリースのアップデートでした。今回のアップデートでデザイン的な用途で覚えておいてほしいのはこの2つです。1つ目が生成そのものの精度が上がったこと。解像度が 2K になり、光や奥行きの表現もかなり自然になりました。さらに参照画像も使えるようになったということです。で、その生成 AI と相性のいい粒子という調整レイヤーも新規で使えるようになりました。 AI 特有のつるっとした質感を簡単に和らげてくれたり、背景との一体感を生んでくれる調整レイヤーです。この2つを覚えておけば格段に進化するはずですので、ぜひ使ってみてください。ということで今回は Photoshop について紹介してきたわけなんですが、私の得意とするイラストレーターについて本気で学んでみたいという人は、私の本気の有料講座もおすすめです。受講した方からは目から鱗が落ちるレベルと評価をいただいています。また私のいられの本も発売中です。どちらも YouTube では扱っていない内容も多数含んでいますので、興味のある方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。この動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。